本一のサラリーマン伝説始まるよ。その前に、チャンネル登録よろしくお願いします。2005年の始まりは、本当に苦しかった。前年11月、まさに量産に突入する寸前になって、それまで開発してきた製品派カーメーカーのエンジン耐久試験に耐えきれず、壊れてしまうことが判明し、製品設計をやり直さねばならなくなったからだ。もちろん、車買い部品という命題のもと、何度も耐久試験を行い、十分な耐性があると思っていたのだが、甘かった。実際の負荷や環境条件の合わせ込みができておらず、直接の客先も含めて、我々は誤った判断をしていたのであった。ディーゼルエンジンの燃料噴射装置に使われる部品は、応答速度が速く、発生力が強いため、極めて精度の高い燃料噴射が可能となる。この結果、燃費が良く、排気ガスもクリーンとなり、地球環境保護に役立つ、この部品を自社で量産するにあたってダイヤモンドスペックと呼ばれる特性値を満たすよう、設計することが最大の課題と思われていた。このため、2004年秋には、総研をはじめ他事業部からも、協力をいただきながら、総勢71ナノ1台プロジェクトを形成した。もともとダイヤモンドスペックを達成するための、プロジェクトであった。ところが、プロジェクト発足直後に、耐久に持たないということが発覚したのである。この製品は使えない。という間違劇的事実とともに、耐久性を改善することが、緊急課題として関係者の方に、重くのしかかってきた。自社固有の電極が悪いのか、それとも自社独自の材料が悪いのか、調整などのプロセスが悪いのか。皆大いに悩んだ。とにかく、課題を系統図に書き上げ、改善に奔走することにした。しかし、実験すればするほど新たな問題が発生し、途方もなく膨大な仕事となった。我々一事業部の中の開発部隊ではあったが、プロジェクトの名にふさわしく、コア技術を持った、精鋭の技術者に加え、分析センターとカットセンターまでもが、同居しているかのような大変有能な組織であるかに見えた。しかし、事態は全く予断を許さない状況にあり、もがき苦しんでいた。24年の2月には、SE 層と呼ばれる自己破断層の導入に取り組むことにしたが、それがダメだった時のバックアップ策にも、次から次へと取り組んでおり、課題発散するばかりで、父として目処がついていなかった。そうこうするうちに、2005年早々には、はるばるドイツから博士を含む、客先技術人が来て、葉っぱをかけられることになった。その日が来た。1月5日、新年の稼働日初日である、始業式直後には、客先が来場し、打ち合わせが始まった。客も必死であったが、当の我々はもう崖っぷちに立っていた。SE 層の設計に有効な理論はなく、客先のアドバイスも大して参考にはならなかった。膨大なテストビースによる試験と、その結果をトンリに手がかりを探らなければならなかった。SE 層の試験電極に第三添加物を加えることから、始めた、使えそうな元素を片っ端からかき集め、壮大な実験計画に基づき投入したテストピース超早回し、と呼ばれる相当無茶な、脱脂、調整、加工、評価によって、続々と結果が出てくるものの、期待値にはほど遠い、ものばかり。またダメだ。もうダメだ、という絶望感に、苛まれた、事業部長自らも、母体と遠く離れた開発事務所に、机を持ち込み、陣頭指揮を取られた。毎朝メンバー全員が思わしくない結果報告を、しなければならない状況か、直立不動の朝礼が、連日1時間以上、延々と続いた。しかし、議論だけで打開策が見えるはずはなく、みんな、結果を出そう。膠着状態から抜け出そう、との一心から、テストビースが放乱する事務所自然に不夜城と化していった。そんな状況を支えていたの使命感に燃えた強い思いを共有する仲間がいたからに他ならなかった。一人が頑張れば、もう一人が続く。また一人続く。諦めて離らない、逃げて離らないという思いが、次の試験への原動力となった。もぐら叩きをするな。と日常茶飯事タフな、指導をされながらも、真剣に、そして必死にプロセスの、変動要因を潰していった N 君や、原料担当の K 君、連日連夜の調整S か責任者が担った、測定が終わったテストピースその日のうちにダブル部副責任者に渡され、両手して分析が続いた。夜が明けると朝礼が始まる、理論とへりくつ、理想と現実のギャップに激論が飛ぶことも、しばしばであったが、大勢の仲間に支えられ、少しずつ明かりが見えてきた。そして、
ついにパラジウム比率を変えた SE を組み込むことによって、理想的な破断面を得ることが可能となった。諸悪の根元派、ブランチクラックと呼ばれる横方向のクラックがあり、苦心の末完成した SE 層によって耐久性が改善されるはずだった。しかし、満を持して臨んだ久志原派不合格となった。ブランチクラック派解消できたものの、新たにルクと呼ばれる、縦方向のクラックが発現したのである。信じられない結末に皆苦しみ、絶望かと思われた。精力的にフォローしていただいた M 常務や総研所長、事業部長に心底申し訳なかった。諦めるわけにいかない。そして、ただひたすらルククラックの原因を予想し、検証を行い、対策を探る動きを始めた。実験を進めれば進めるほど、またしても課題が増え、材料の見直しまでも考えざるを得なくなってきた。今使っている材料の開発コードネーム派。すなわち、事業部移管前に、多大な労力を費やし、組成実験を3384回繰り返して、作り出された、自社独自組成のプズと材料である。今更、材料を見直すこと派、開発を諦めることにも等しい。材料の見直しを行いながら、一方では今の材料を設計的に、使いこなすことに必死になった。最適化設計のために、外部責任者派フェム解析を驚くほどのスピードで行い続けた。実に、9度、ロム3枚にも及ぶデータ解析元になった。こうした努力の結果、ようやく明かりが見えてきた。しかし、SE 層を2倍入れ、さらにスアルと呼ばれる応力緩和層を、組み込む必要が生じた。このこと派、広報に大きなインパクトを与え、それまで主体的に進めていたロール広報では、ヒルさん対応できなくなってしまった。方針変更の無念さと、もはや後戻りできないという責任感が交錯し、悩み苦しんだ。しかし、勇気と信念を持って、トリアップも盛り込み、コスト的な優位性を打ち出しながらフレーム広報を取ることを決意した。バックアップ策が功を奏した瞬間だった。当初計画に対し、遅れに遅れてしまった開発であったが、広報変更の壁を乗り越え、2005年暮れ、ついに耐久に頼る、ピエゾアクチェータが完成した。2005年春には、17人にまで絞り込まれた技術者集団で、しかもこの中で新入社が N 君の指導と、その戦力をも頼りにしながら、設計の詰め直しを行うこと33回。ついに、T-PEPT と名付けた、自社独自のピエゾアクチェータを世に出すことが決まった。数ヶ月先には月に12万個、3年後には44万個の出荷を行い、自動車部品事業部の大きな柱とする予定だ。仕事に壁はない、壁を作って離らない。客先のこと、技術的なこと、現場のこと、メンバーの幸せを考えて、何としても実現したいと思う。振り返って思うに、ピエゾアクチェータ、という言葉派、極めて、重苦しい響きを持って、これに携わる多くの関係者にのしかかってきた。初期特性、耐久性、量産性、採算の全てが、未だ渦中にある。ダイヤモンドスペックをはじめとする厳しい性能要求を満足させ、車のエンジンの中で10億、サイクル以上動き続ける製品を、今後安定的に生産していかなければならない。原料投資とから2ヶ月を要して作り込まれるこの製品派、40を超える複雑な工程が存在するこれまでも、課税とは裏腹に、日々新たな問題が発生し、工程表通りに生産が進むことはなく、出荷の見えない状態が続いた。新旧設備が入り混じった工程において、積層機や加工機などの新規設備派思うように立ち上がらず、老朽化した増油装置や小生路波故障を繰り返し、一時も気が抜けなかった。私は、何もわかっていない身分であったが、ピエゾアクチュエータの試作応援から始めて、この開発に身を置いた。そして、私が加わる以前から必死に頑張ってきた人たちに感謝しつつ、一緒になりながら、また励まされながら、試作担当のリーダーとして、劇を飛ばしてきた。責任も重かった。小生路が脱線すれば、真っ先に真っ赤な白板を書き出した。舞い散る断熱材と格闘しながら、雨がっぱを着て汗まみれになって露臭し、直ちに復旧させた。溢れ出した加工機の水温レを、食い止めた。リファレンスメジャメントという客先設計の評価装置の、立ち上げも中行し、バラバラにしたが、変電機を持ち込んで、使えるようにした。しかし、いつも私一人ではなかった。生産技術の Y さんをはじめ、いつも誰かがそばにいて、一緒に協力してくれた。もちろん、私のいないところでも、皆必死になって頑張ってくれた。レイキミヤエス君らハトルエンにまみれ、巨大な 700L ミル内の原料を手で書き出しながらも、見事に立ち上げてくれた。加工の S さんにも頭が下がる思いだ。90秒もかかっていた加工タクトが、
ついに装置設計目標である30秒を叩き出したと思ったのも東の間、常に高い目標で指導いただいている、事業部長の、ダメだ。もっと早くしろ。の一声でやり直し、苦心の末、不可能と思われた18秒にまでたどり着いた、メタライズを担当した K 君や N 君も、難解なスペックを満たす仕様、を確立してくれた。評価担当の方々にも脱帽する、エンジンコントロールユニット、いわゆるエクを使って、客先の試験を再現できるようになった。自動機や事業支援の方々にも、多くの装置の立ち上げやデバッグ、金型を必要とするような、大規模な設備対応ですら、本当に迅速に対応していただいた。ものづくりのメンバーも技術課題に翻弄されながらも、一体となって動いてくれた。また、総研、分析センター回路部品、テープなど関連部署の方々にも本当にお世話になった。そして何より、開発当初からずっと取り組んできた、S3 という3派、地道な努力を続け、客先の揺るぎない信頼を得た。このように、一人一人が必死に取り組むことによって、課題が明らかとなり、対策を施し、出荷が見えるようになった。この製品の立ち上げには、まだ多くの困難を伴い、今後も壮絶な努力を要すると思う。しかし、ただひたすら懸命に努力していく環境と、この仲間に巡り合わせていただいた運命に感謝するとともに、今後も信頼し合える雰囲気を築き、強い絆を培っていきたい。そして、何としても事業を確立したい。生きる目的派、身勝手で感情的な自我を消し、心を安らげる、ことにあるという。私は意志も弱く、まだまだ不完全な人間であり、これからも多くの悩みを抱えることになると思うが、懸命に仕事に打ち込んでいきたい。それが、人間としての基礎を作り、人格を高めていくための修行であると思うから、一番大切なことは、どう生きるかである。私たちは、運命を知ることはできない。人はそれぞれ固有の運命を持って、この世に生まれ、運命に導かれ、あるいは促されて人生を、生きていく。しかし、人は運命に対して、決して無力ではない。私たちに起こる現象は、必ずそうなった原因が存在し、それは人の思いや行いで作られていることがほとんどであろう。今回の開発シナの立ち上げに対しても、不具合を起こしたのが、自分の不得とするところならば、不具合を直すのも自分の意思であると、つくづく思う。そして、この仕事を通して、私は正しい判断を行うことの重要性を、痛感した。偽りがあってはならない。指針があってはならない。おごりの心があってもならない。このことは素朴だが、紛れもなく貫き、通すべきものであり、今後も忘れないよう肝に銘じておきたい。今回の日本一のサラリーマン伝説はいかがだったでしょうか？と、その前に、チャンネル登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。今後ともお付き合いが続けていけますよう、頑張りますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方は、この出会いをきっかけに登録して、いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。